どうも皆さんお疲れ様です。敷島テトラです。突然ですが、敷島は本日六町という駅に来ています。この駅初めて降りましたね。つくばエクスプレスという普段全く乗らない路線の駅です。今日はここから歩いて行ける施設、足立区生物園というところでグンディを見ようと思います。皆さんグンディって知ってますか？グンディは簡単に言うと毛の生えた生き物です。敷島、毛の生えた生き物人間以外が好きなんですが、 X で毛の生えた生き物の動画を見続けた結果、敷島のタイムラインには毛の生えた生き物の情報がものすっごい流れてくるようになりました。で、最近流れてきてめっちゃ可愛いじゃんってなったのがこのグンディという生き物です。グンディはね、インターネット上で見た感じ、なんか茶色くて丸かったです。あととにかく可愛かった。グンディは現在日本では埼玉県こども動物自然公園と足立区生物園の2カ所でしか展示が行われていないそうです。そのうちの一つである足立区生物園に行くために今日はこの駅に来たというわけですね。それではグンディを見に行きたいと思います。それでは早速行ってみましょう。というわけで歩いていきましょう。目的地の足立区生物園は竹ノ塚駅とこの六町駅の間にあって、マップを見る感じ多分っていうか絶対に竹ノ塚駅から行った方が近いんですが、知らない駅で降りてみたくて今日は六町駅から行くことにしました。今日はね、天気が良くて散歩日和ですね。この辺りは住宅街みたいですね。六町駅の辺りは何かがあるっていうわけじゃなくて、結構人が住むエリアなんですかね。めっちゃ年季入ってるダイソーを発見しました。ロゴが今と違いますね。あとこの建物クソでかいですね。もうそろそろ足立区生物園に到着するみたいなんですが、ものすごいいい感じの団地を見つけてしまいました。敷島、団地めっちゃ好きなんですよね。なんでこんなに惹かれるのかわかんないんですけど、団地を見つけるとつい眺めてしまいます。この建物の部屋一つ一つに人の生活があると思うと、なんかすごいロマンを感じるんですよね。同様の理由でアパートとかマンションも好きです。このブランコだけ置かれている公園もたまらないですね。休日だというのに人気が全くないんですけど、この団地にはどのくらいの人が住んでるんでしょうか。というわけで足立区生物園のあたりに到着です。これは公園ですかね。あ、公園みたいですね。ここは元淵江公園という公園みたいで、この中に足立区生物園が入っているみたいです。こちらが足立区生物園です。こんな感じなんですね。入園料は驚異の300円でした。経済的だ。入り口にあった本日のプログラムの一覧を見ていると、悲しいことにグンディのご飯タイムが終了していました。ご飯タイムとかあったんですね。いやー、見てみたかったな。ちょうどご飯を食べた後だと思うので、ご飯を食べた後の満腹グンディを見に行こうと思います。というわけでグンディの展示を見に来たんですが、赤ちゃんが生まれたそうです。じゃあつまりグンディの赤ちゃんが見られるってことですか？あ、いた！赤ちゃんグンディです。かわいい。まるで大きめのきなこ餅に手足と目がついてるみたいですね。グンディはサハラ砂漠の近くなどの乾いた地域に生息する毛の生えたきなこ餅で、群れで行動する生き物らしく、集団で固まっている姿がよく見られるそうです。もっちりフォルムにもかかわらず思った以上に俊敏で、敷島が行った時は岩場の間をひょいひょい飛び越えている姿が見られました。いやー、それにしても可愛すぎるな。ちなみにこの足立区生物園でグンディは人気展示なのか、この生物園の中でもかなり目立つ場所にいましたね。他の展示も見てみましょうか。これはでかい亀ですね。で、これはでかいトカゲ。なんかずっとやる気なさそうに寝そべってて可愛かったです。ここはグンディだけじゃなくて、虫とか魚、爬虫類などの展示もいろいろありました。あと猫もいましたね。やっぱ毛の生き物は可愛いですね。この生物園の中には大きな温室があって、中にはたくさんの蝶が飛んでました。植物もいっぱいで、ここはめちゃくちゃ良かったですね。お土産コーナーに大量のグンディがいました。でかい方と小さい方がいるみたいです。
かわいい。はい、買いました。今回はちっちゃい方を買いました。前にリスナーさんからでっかい方をプレゼントでいただいたことがあって、あいつの仲間を増やしてあげたいと思ってたんですよね。いやー、かわいいですね。敷島はこいつを今日は家に持ち帰ります。というわけで、足立区生物園でした。いやー、グンディ信じられないくらい可愛かったですね。もし法が許すなら一匹持ち帰りたかったです。お土産屋さんでぬいぐるみを買っておいてよかったです。帰りは竹の塚駅の方に歩いていこうと思います。さっきの場所もそうなんですけど、この辺りのエリアも団地がすごく多いんですよね。なんでも1960年代の高度成長期と呼ばれる時期に都市部の人口不足を解消するために団地を作りまくったエリアらしく、団地好きの敷島にはめちゃくちゃ熱いエリアなんですよね。ちなみに敷島は竹の塚駅の目の前にある集合住宅が特に好きなので、後で駅前に行ったら見せますね。で、せっかくなんで団地をもうちょっといっぱい見ようと思って横道にそれたら、偶然めっちゃ良さげなお店を発見しました。レトロな集合住宅の1階にあるお店なんですが、店構えからして明らかにここは素敵なお店ですよという雰囲気がありますね。こういうおしゃれな店構えのお店は大体の場合美容室もしくはカフェと相場が決まっていますが、覗いてみたらカフェっぽかったので入店してみようと思います。というわけで入店しました。ここはストリングスタンドイートというカフェみたいです。先にカウンターで注文とお会計を済ませてから席に着くタイプのお店でした。敷島はアイスコーヒーとケーキを注文して着席。カウンターの方でお店の方がテニスラケットのガット張りをしていて、なんでって思ったんですけど、ここはカフェとガットの張り替え専門店を複合したお店だったみたいです。だからお店の名前もストリングスタンドなんですね。というわけでやってきました。黒ごまのバスクチーズケーキとアイスコーヒーです。抹茶のアイスが添えられてるんですが、ケーキとの相性バッチリで最高ですね。黒ごまと抹茶なんてもうね、合わないわけがないんですからね。めちゃくちゃ美味しいです。コーヒーの方もね、苦めな感じで大変敷島好みでした。ここは今回偶然見つけたお店だったんですが、一人でゆっくり過ごせそうな雰囲気があってとても良かったです。ごちそうさまでした。そろそろ竹の塚駅前ですね。お、駅前にあるこのカフェもなんだか良さそうですね。なんか良さげな店の雰囲気が漂っている。これはまたの機会に行きましょう。で、さっき敷島が言ってた駅前の集合住宅がこれですね。この武骨な集合住宅が駅前にドーンってあるのがたまらないんですよね。初めて竹の塚駅に来た時、改札出ていきなりこんなに素敵な集合住宅がお迎えしてくれて、この駅めっちゃ素敵じゃんって思った記憶があります。そんなわけで今回は足立区生物園でグンディを見て竹の塚駅までお散歩してみました。いやー、グンディマジで可愛かったです。毛の生えた生き物ってやっぱいいですね。今なら赤ちゃんがいるので大きくなる前にぜひ見に行ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回はここまで。また次回の動画でーす。